はい、今日は2023年最後の日です。12月31日、大晦日ということですが、時間が取れたので、ニホンミツバチと西洋ミツバチの巣箱を解体しました。右がニホンミツバチ、左が西洋ミツバチが入ってました。12月になってね、ミツバチがいなくなっているのを確認してます。自宅の庭で解体していきたいと思います。はい、開けてみました。このようになってました。こちらがね、正面、真横から巣箱に向かって左側ですね。全部で板は7枚です。かなりね、傷んでます。巣虫の侵入を受けたような感じで、かなりねかじられちゃってますね。このようになってました。はい、綺麗に巣が残ってますが、多分ね完全に空っぽですね。12345、6枚のね巣が作られてました。こちらがねニホンミツバチ、こちらが西洋ミツバチですね。どちらも完全に蜂は死んじゃってたということで解体を始めたわけですが、やっぱりねいろいろ違いがありました。こっちニホンミツバチかなり巣がボロボロだったということもあってね、ちょっと蜜はあったんですけれども、これから蜜蝋を作ろうと思って鍋に入れちゃってます。少し崩して鍋に入れちゃってます。結晶したね、まだ花の蜜に近いような蜜が残ってます。少し蓋掛け蜜もあるんですが、今回はもうこのまま少し水を加えて火にかけて蜜蝋にしちゃいます。これもねこの作業終わったらこっちも蜜蝋にしちゃいます。あとね床に落ちてたものも違いますね。ニホンミツバチの方はスクズと蜂が15匹ぐらい残ってて、女王蜂も見つかってます。こちらが女王蜂ですね。女王蜂巣に止まって死んでました。ニホンミツバチの方が死んでた蜂も少なかったです。少しずつ減ってっちゃって、まだね貯蜜もあるんだけど死んじゃったという感じですね。一方ね西洋ミツバチこれだけ床にほとんど落ちてましたが、これもね女王蜂見つかってます。女王蜂も床に落ちてました。500匹ぐらいはいると思いますね。5、600匹います。はい。で巣房は完全に空っぽです。花粉が少し残ってましたが、西洋ミツバチの方は蜜が切れてます。だからある程度こういうふうに蜂がいたんだけど、食料ないということで、食料というかね燃料みたいな役割もあるんですけれども、蜂蜜がねなくなっちゃってます。西洋ミツバチもねかなりたくさん子育てしてたようで、巣も大きくなってたし、たくさん子育てした形跡はありますけれども、蜂の数が増えてもね、むしろ蜂の数が増えすぎちゃってて貯蜜ができてないと冬に死んじゃうのかなみたいなねところがありますね。はい、ニホンミツバチの方は少し蜜を残していますが、やっぱりねかなりね巣虫来ちゃってます。暑かったんでね今年ね、やっぱり巣を守れないという、暑すぎるとねニホンミツバチは巣に泊まれなくなりますので、巣虫からね巣を守るという見回りとかそういうことがねできなくなると、巣虫がねどんどん押し寄せてきちゃうと。ですぐにはやられなくても巣虫が少しずつ勢い増していくとか、
子育てができないということでね、蜂の数が減っていっちゃって群れを維持できないと、そういう感じだと思います。はい。だから今回はニホンミツバチも、ほぼ超蜜、ちょっとね取れるってほどないですね。このまま蜜蝋を取っちゃいたいと思います。はい、西洋ミツバチの方も蜜蝋を取ろうと思ってます。そういうわけで今年の蜂の仕事終了ですね。でもすぐねまたいろいろありますが、今年はこれで終わりです。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。